こんにちは、こんばんは、されのです。着きました。やってきました。こちら、静岡県の伊東市です。駅的にはこちらですね、不動という駅に来ました。こちらで1泊2日過ごす予定で、城ヶ崎海岸の方にも行きたいと思っています。私ですね、本日、誕生日でして、密を避ける形で旅行しつつ、旅の思い出を作っていけたらいいなと思います。ありがとうございます。こんなのがありました。やばい、全部楽しそうじゃん。でも、今回は、今ここにいるんですけど、あっち側にね、歩いていきたいと思います。ちょっとね、今、11時ぐらいなんですけど、すごい食べたいものがあるんですよ。これです、これです。伊豆高原ビール。昼間から飲むのかいって感じかもしれないけど。建物の1階がお土産屋さんで、2階が飲食店になっていました。少し待ったんですが、割と早く席に通してもらいました。メニューはかなりいろいろあって迷っちゃいそうなんですが、今回はこの漁師の漬け丼が食べたくて来たんです。あとせっかくなので伊豆高原ビールも飲んじゃいたい。誕生日だからね。注文したら即ビールを持ってきてくれました。乾杯する前に飲んじゃった。すごく飲みやすくて美味しかったです。続いて漬け丼が来ました。大きい。見てくださいよ、このボリューム。味はつけてくれるそうなのでこのまま食べます。温泉卵とお味噌汁もついてきました。正直味より映え狙いだったらどうしようかと思ってたんですけど、すごく美味しいしボリュームたっぷりで良かったです。結構食べたんだけど全然減らないんだけど、もうこの時点でかなり伊豆伊東旅行に来てよかったって気になってます。大満足のお昼ご飯でした。伊豆高原プリント、伊豆高原のプリンアイス、めっちゃ美味しそうじゃない？これすっごい食べたかったんですよね。めっちゃテンション上がってしまったけど、これは食べたくない？プリンも捨てがたいですが、気になっていたプリンアイスの方にしました。いやー、もう可愛い。戦闘力が高すぎる。はい、結構お腹がいっぱいなんですけど、バスが来るまであと20分ぐらいはあるので、どうしても食べたくて買ってきちゃいました。めっちゃ美味しそうじゃないですか。はあ、普段あんまりアイス食べないんですけど、なんか寒いからうわ、美味しい。ちゃんとアイスの味がすごいするし、なんかプリン味の塊みたいなのを食べてる感じじゃないや。何それちゃんとアイスだわ。美味しい。まだ伊東市に着いて数時間しか経ってないけど、これがもしかしたら一番美味しい食べ物かもしれない。バスに乗って次の目的地へ向かいます。バスに乗ったらすぐ着きました。あっという間だった。まず先にリフトの時間を確認していきたいと思います。いや、時間とか特になかったし、普通にチケットを購入できました。頂上に行くのは歩いてはいけなくて、このリフトを乗らないといけないらしいです。すごい、なんか行きはいいけど帰りとかめっちゃ怖そうなんだけど。夏はこの辺りが一面緑になります。着きました。見てください、めっちゃ景色がすごいんですよ。こちらがバスで走ってきた伊豆伊東市側の街並みです。そして山の内側はこんな感じでへっこんでいます。落ちたらひとたまりもないですね。この縁っていうんですか、端のところを歩いていきたいと思います。すごいよ、柵とかないの。もう転がり落ちたら死にそう。中間くらいまで来ました。こちらがもうちょっと晴れていたら伊豆諸島が並んでいるのを見れるみたいです。どうでしょうか。後ろはすごく素敵な景色なんじゃないのかな。私はもうちょっと怖くて振り返れないけど、頂上に着きました。
そしてこっちの山が並ぶ側の景色素敵すぎません？一周してきてリフトの近くにお団子屋さんを見つけました。ありがとうございます。買っちゃった。これ食べたかったんですよね。きな粉が売り切れで、あとみたらしと醤油とこのよもぎがありました。よもぎにしちゃった。2本セットで300円だそうです。いただきます。美味しい。めっちゃよもぎの香りする。しかもなんかね、ちゃんとあったかいんですよ。あったかいうちに食べるお団子って美味しいよね。さらにリフト奥にはお土産屋さんもありました。待って、私が食べたいと思っていたお団子がね、さっきのやつじゃなくてこの三つ福団子だったんだけど、すごいさ、食べ過ぎなのは分かってるんだけど、もうここに来たからには食べたいってすごい思ってたから、ちょっと頼んじゃいました。お団子2つも食べるんだけど、それでもやっぱりここ限定で食べたくなっちゃいます。めっちゃ可愛くないですかこれ。こっちだよ。こっちが食べたかったの。しかもね、ここにね塗ってあるからかな、すっごいもう作りたてのめっちゃいい香りするんだけど、美味しそう。いただきます。うわ、めっちゃ味噌の味、すっごい美味しい。すっごい美味しい。味噌好きな人本当にね、びっくりするぐらいだと思う。美味しい。食べ終わった後はリフトで下山します。行きより怖くないし、むしろ気持ちがいいくらいでした。続いてやってきたのがこちら、リフトの乗り場からすぐ近くにある伊豆シャボテン動物公園です。本当はここのカピバーガーをお昼にしようかなって思ってたんですけど、時間的に無理でした。ここから出会った可愛い動物たちを見ていただきたいと思います。すごくないですか？近さといい、種類といい、もうみんな可愛くてどうしようかと思いました。このカピバラとかは餌をあげることもできますし、館内はこんな風にクジャクがいろんなところをうろうろしていて本当に近かったです。見て見て、すごい。ここバードパラダイスっていうとこなんだけど、いるんだけどもうすぐそこに。しかも白いのすごい綺麗じゃない？めっちゃ綺麗やん。あなたら。この子も可愛い。すごい顔してる。道塞いでんもんね。あなたの方が偉いよね。威嚇されてるよね、私ね。いや、もう色合いがさ、すごいよね。なんだかほのぼのとしちゃって可愛くて本当に癒されました。動物たちから見ちゃいましたが、こちらサボテンも見どころの一つです。本当はいろんなサボテンを組み合わせて持って帰れるサボテンバイキングもあったんですが、今回は時間が間に合わなかったので断念しました。すごい。なんかヘビみたいなサボテンなんだけど、かわいい。そろそろいい時間なのでホテルにチェックインをしに来ました。誕生日だったのとポイントが溜まっていたので、ビラージュ伊豆高原というかなりいいホテルに1泊。やばいよ、ぼっちなのに部屋が 2LDK なの。こちらのレビューは別の動画にと思っているんですが、とりあえず晩ご飯のビュッフェがすごく美味しかったです。自分で具材を選んで丼を作れるっていうのもありました。そして見て、オーシャンビューのビスタパスがついているんです。すごいよね。しかも温泉なんですよ、これ。朝は特に伊豆諸島がぼんやり見えて感動。素敵な滞在でした。はい、ということで伊東市旅行2日目のスタートです。やばい、なんか途中でこんなのがあったんだけど、こんなになんか岬の名前がついてるんですね。とりあえず今向かってるのがこの一番下のこの辺なんですよね。吊り橋もあるらしくて、この辺りに行きたいなって思ってるんですけど、すごいな。吊り橋まではとりあえずあと 0.75km らしいんで、頑張って歩いていきたいと思います。すごい、川のせせらぎが綺麗じゃないですか。鳥も鳴いてる。すごい、なんかアニメとかで出てきそう。素敵だわ。
結構目的としていたところに着けましたね。このね、橋立吊り橋っていうところと、田島の滝両方行きたかったんですよね。どっちから行こうかな。とりあえず、こっちから行ってみようかな。海を見ながら歩いていきます。いや、なんか、歩きやすいとは言わない。歩きやすいとは言わないけど、見た目よりかはいけるかな。見た目よりかはね。歩きやすいとは言わないけど。いや、そこすごくない？すごい、ブルーがさ、めっちゃ綺麗なんだけど。すごい、断崖絶壁ですよ。すごいですよ、本当に迫力が。マジでやばい。待って、嘘でしょ。すっごい穴開いててさ、ここ人入れるんだけど、全然余裕で。来たー、よかった、着いた。唐突に始まったんだけど、吊り橋。揺れますので気をつけて渡ってください。来たー。待って、無理かも。無理かもしんない。すごい揺れてる。結構揺れてるんだけど、体感的には動画じゃ絶対伝わってないよ。なんとか反対側まで渡ってこれました。やばいやばいやばい、本当になんかただの石って感じなんだけど階段じゃないよ。すごい作業をされている方々がいる。あの方々がいるおかげで勇気を持ってここまで入ってこれたんだけど、そうじゃなかったらもう足元やばいの。もうさ、トゥルットゥルでさ、本当に無理なんだけどすごいな。さっきのところが橋立吊り橋周辺の大淀小淀っていうところで、溶岩が冷える際に体積が縮むことでできた規則正しい割れ目、柱状節理らしい。すごいよ、この青さ。やばくない？しかもあそこなんか洞窟見たくなってるんですね。すごい。なんであんな風になったんだろう。なんかね、すごいいいんだけど、めっちゃ来てよかったって思ってるんだけど、あれかも。本当に荷物を預けてきてよかったし、伊豆古湯駅にコインロッカーあるから、あとね、ワンチャン軍手あってもいいかも。手袋、手がね、すごい痛いんですよね。着いた着いた。アンティークジュエリーミュージアム来たかったんですよね。アンティークジュエリーミュージアム、ちょこちょこ雑誌に載っていたりして、いつか行ってみたいなと思っていたんですよね。入ったら館長さんがお客さん一組一組に挨拶をされていて、ご自分で作ったアクセサリーの説明などもしてくださって、本当にこういうのが好きなんだなって感じました。そういう方が管理している博物館って大体面白いからね。ちなみにアンティークジュエリーミュージアムは一部を除き写真や動画撮影 OK とのこと。この雑誌の表紙になっているジュエリー、実物の綺麗さはまた違って素敵でした。すごーい。楽しみ。行ってきます。今はやっぱり桜、ギリビオラとパンジーが見えるかなって感じですね。でも結構咲いてそう。待って、2月だから全然あれかと思ったけど、季節の花ゾーンすごい綺麗じゃん。すごい綺麗。想定より咲いてて嬉しい。もっとダメかなってあんまりいいかなって思ってたんですけど、すごい綺麗。嬉しい。すごい。なんか今はさ、季節がこれだけど、あそことかカップルで座ったりするんじゃないの？アジサイの季節に来るのもすごい良さそうですね。今回はこれより先ご遠慮くださいってことだったけど、いつかまた来たいな。そしてランプミュージアムはこんな感じでした。すごいですよね。私あんまりランプって見たことがなかったんですけど、いろいろと見ていると何を描いているのかとか、ここをあえて透かすんだとか違いに気づけて面白かったです。一部ステンドグラスの展示もしていました。
こういう可愛いカフェもあるんですね。伊豆高原駅に帰ってきて、どこかで軽くお昼ご飯を食べたいなってことで入ってみました。注文したのはこちら、シナモンアップルパイソフト。優しい味ですごく美味しかったです。しかもカウンター席で充電できるの嬉しすぎませんか？そして電車の時間まで少し時間があったので、こちらのおみ足の湯に来てみました。足湯っていいですよね。スカートじゃなかったのが悔やまれます。たくさん歩いたのですが、電車が来るまでゆっくりできて癒されました。こんな感じで誕生日の伊豆伊東旅行楽しんできました。静岡ってアクセスもいいし、見どころがたくさんあって大好きなんですよね。ちょっとでもこの Vlog で雰囲気を楽しんでもらえたら幸いです。ここもおすすめとか、ここが楽しかったとか、感想コメントもぜひお待ちしています。最後まで見てくださってありがとうございました。このチャンネルでは旅に関する情報や旅の Vlog、ホテルのレビューなどを公開していきます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。